キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。前回、内装工事をするのに邪魔になっていた床についていた2つのヒーター、それを取り外すため配管のバイパスをするパイプを作って、不凍液を顔面に浴びながら不凍液の配管のバイパスをしました。邪魔になっていたヒーターの取り外しも完了。そして最後まで残していた運転席周りのパーツも取り外し、断熱の準備ができました。はい、今回はね、車内の断熱の方をしていきたいと思います。まずね、断熱何を使おうかと思っていろいろ考えたんですけど、断熱コート、これをね、ボディの方内側から塗っていきたいと思います。結露とかね、結構防げるようなので、いろんな方がね、いろんな実験してるんですけども、いい結果が出てると思うんで、これを使って塗っていきたいと思います。はい、それでは断熱コート塗っていきます。はい、皆さんこんにちは。今回は車の断熱ということなんですけども、冬の車中泊を経験したことのある方ならお分かりかもしれませんが、車の中ってすっごく寒いんですよね。ほとんど外気と変わらないような気温になってしまいます。スキーに行ったりした時、ちょっと仮眠するのにエンジンをかけていないとたまったもんじゃないですよね。そして夏の炎天下で車を止めていたら、冷房をかけていないととても入れたものじゃありません。しかし普通の車はかなり強力なヒーターがついていたり、かなり強力なクーラーがついています。ですからエンジンをかけていると冬も夏も快適に過ごすことができるんですね。しかしキャンピングカーはそういうわけにはいきません。ほとんどの場合エンジンをかけられない状況の中で長時間車中で過ごしているわけですから、エンジンを使わずに冷暖房しなければならないんですね。冷暖房機器をつければいいんですけど、燃料や電力をふんだんに使えるわけではありません。限られた燃料や電力の中で効率よく冷暖房していく必要があるんですね。そこで重要になってくるのが断熱なんです。車は鉄板でできていますから、断熱効果はゼロと思っていいほどのものです。それを快適空間にするためにはかなりの断熱が必要だと思います。そして今回キャンピングカーを作るにあたって断熱っていうことについていろいろ調べました。そしてまず使おうと思ったのが断熱塗料ですね。この断熱塗料の歴史っていうのはもうすでにかなり長いんですが、最近いろいろな会社が製造しているので結構安価で手に入りやすくなってきました。この断熱塗料っていうのは熱線を反射する塗料に 0. 何ミリという小さいものなのですが、セラミック真空バルーンという小さな真空の粒々がいっぱい入ってるんですね。この真空の粒々に大きな断熱効果があるんですね。本当は外側に塗るともっと大きな断熱効果を発揮するんですけども、車の場合ちょっと外に塗るには塗りにくい塗料なんです。結構厚みのある塗料で弾力性もあって、塗ったところがツルツルにはならないんですね。中側に塗っても結構な断熱効果が期待できるのと、結露防止にもかなりの効果があるので中側に塗ることにしました。またこの塗料の特性上、ある程度の防音効果も期待できるんですね。実際塗ってみると断熱も防音もかなりの効果があることがわかります。塗装の方はこのように天井や側面、運転席周り、助手席周り、タイヤハウスの上など金属の部分すべてに塗りました。この私の使った断熱コートっていう塗料は水性の塗料なんですけども、塗った時はね、匂いもかなりきついんですけど、しばらく放っておくと匂いの方は消えていくみたいです。
乾いてもねカチカチにはならなくてゴムのような感じになってますね。綿のような繊維でできている断熱材だと、もし万が一雨漏りをした時とか結露の水分を含んでしまってそれを溜め込んでしまう心配があります。それがボディなどの金属にずっと接していると錆びてくる可能性も考えられます。この断熱塗料だと万が一雨漏りしても結露してもその水分を溜め込んでしまうということがないので、錆びの原因になるっていうことはないですよね。またこの塗料自体が金属を覆っているので錆び止めの効果もあるんではないでしょうか。そういったねいろいろな面から考えてもね、この塗料を塗るのはすごく効果があると思います。まずね一つ目の断熱としてね、これを使うのはかなり有効だと思います。この塗料を塗るだけで違いは明らかなんで、皆さんにもおすすめします。断熱塗料の方がね塗り終わりました。こんな感じですね。ちょっと厚みの方がどうなのかなというとこですけど、まあだいたい塗れたんじゃないでしょうか。天井周りそしてこのねエアコンの上の隙間もちょっと結構塗りにくかったんでね、ムラがありますけど、まあまあちゃんと塗れてるんじゃないですかね。で、側面感じですね。床のねちょっと半分ぐらいまで塗ってみたんですけど、どうしてもこの粘着の上ではねうまくつかないですね。だからもうちょっと塗ったところで床面は塗るのをやめました。まあ断熱材どうせね入れるんでね大丈夫かなと思ってます。やっとねこれでね内装の方の組み付けにかかっていけるのかなと思っております。予定よりねだいぶ遅れてますけどね、頑張って作っていきたいと思います。旅、車中泊、キャンプ、登山などの動画はアウトドアアクティビティのサブチャンネルで公開しています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録も忘れずにお願いします。次回、静かな快適空間を作るためデッドニング、エンジンルームの上やタイヤハウス、ボディ、天井などに防振シートを貼っていきます。次回もぜひ見てくださいね。